はこん番地はずんだもんなのだ。春日部紬だよ。ところでその丸いのは何なのだ？これはクローパネル HMI-ESP32 ロータリーディスプレイ。買ったのだ。エレクロー社様から提供いただいたんだよ。それはお得なのだ。代わりに紹介動画を作らないといけないんだよ。つまりこの動画なのだ。まあそういうことだね。ところでパソコンにつないで何をやっているのだ？これは試しに作ったランチャーだよ。アイコンを選んで起動するやつだね。それは便利そうなのだ。まあ基本的な機能しか実装してないけどね。これくらいなら1日あれば作れるんだよ。さすがにそれは無理なのだ。 ESP3 に S3 マイコンを搭載してるからね。アルドゥイの IDE が開発に使えるんだよ。スマホなのだ。それは Android だね。アルドゥイノはこんな感じのマイコンボードだよ。なんか見たことがあるのだ。電子工作とかでよく使われてるやつだね。で、それと同じ開発環境が使えるわけだね。それは開発がはかどるのだ。というわけで簡単にだけど紹介してみるよ。まずは外観からだよ。見ての通り丸い画面なのだ。サイズは 2.1 インチだね。480×480 ドットの IPS 液晶を搭載してる。キラキラしていて綺麗なのだ。光沢液晶だからツヤがあって綺麗だよね。反射するから撮影するのは難しいけど、普通に使う分には特に影響ないのだ。ちなみに姉妹商品の 1.28 インチ版もあるみたい。ダイヤル部分が金属で台座に照明が追加されてるね。光るからゲーミングデバイス向けなのだ。実物の写真がこちら。カメラのせいで画面が白っぽくなるね。実際はもっと綺麗な色なのだ。ちなみに傷がついてるのは保管状況のせいだよ。部品箱に放り込んでたから削れたよ。届いた時は綺麗だったのだ。タッチパネルを搭載してるので指で操作することもできる。タッチパネルのテスト用のプログラムを動かしてみた。ちゃんと動作しているみたいなのだ。ちなみにコードの中身はこんな感じ。タッチされたら座標を取得してそこに点を表示するだけ。とてもシンプルなのだ。メインの処理だけなら数行で完結するよ。初期化の処理は別に必要だけどね。応用すればこんなこともできるよ。 CPU が高速だから割と快適に反応するよ。とてもスムーズなのだ。作るのはちょっと工夫が必要だけど、詳しい仕組みの話はまた今度ね。今回は本体の紹介なのだ。続いてロータリーエンコーダの紹介だよ。画面の縁がダイヤルになっていて回すと入力できる。ロータリーエンコーダとは何なのだ？回転の動きを電気信号に変えるセンサーだよ。電気製品のつまみやダイヤルによく使われるよ。音量調整なのだ。音量に使われる可変抵抗は現在の位置を検出するんだよ。ロータリーエンコーダは回転という現象を検出するんだよ。止まっているとわからないのだ。まあそういうことだね。動いている瞬間しか検出しない。ちなみにスイッチがあるから画面の押し込みも検出できるよ。いろいろついていて便利なのだ。裏面はこんな感じだよ。ネジ穴があるから多分ケースなんかに固定できる。リセットと書き込み用のボタンもここにあるよ。あとは配線に必要なコネクタ類が用意されてる。ふむふむ。USB ケーブルが付属してるからコネクタにつないで使う。電源を供給したりプログラムの書き込みに使えるよ。短い場合は延長するのな。通信用のケーブルも一つだけ付属してる。 UART と I2C のコネクタどちらかに差し込んで使える。それらは何なのだ？ UART はシリアル通信用のコネクタだよ。主に別のマイコンなんかにつなぐときに使う。つないでどうするのだ？つなぐとデータを交換したりできる。
画面として利用したりもできる。頑張れば。それは便利そうなのだ。 i2C のコネクタには周辺機器なんかをつなげる。例えば i2C 接続の液晶画面だとか。画面ならもともと搭載しているのだ。本体の画面は初期化するまで使えないからね。稼働するまでのデバッグ用なんかにあると便利だよ。なるほど。 i2C 用のリアルタイムクロックなんかもあるね。つなげば電源切っても時間が保存できるよ。時計作りがはかどるのだ。他にも温度センサーやリレーなんかもあるね。 IO エクスパンダーで GPIO を増やしたり。電子工作がはかどるのだ。今までのものをフラットケーブルでつなぐコネクタもあるよ。何に使うのかはよくわからないけど謎のコネクタなのだ。詳しいサイズなんかは公式サイトに載ってるよ。下の説明案にリンクが貼ってあるよ。この動画を見終わってから開くのだ。使用例なんかも載っているよ。アイデア次第で何でも作れるってことだよね。夢が広がるのだ。夢があっても技術がないと使えないんだけどね。というわけでまずは台座を作るよ。なぜそうなるのだ。いつまでも手で持つのは面倒だからね。なるほど。材料はこんな感じ。ベース部分は排水用の65の7メール5だね。ちょうど良いものがあったのだ。こんな感じでエルボの上側にキャップをはめて、それに穴を開けて画面を取り付ける感じ。穴はどうやって開けるのだ。穴開けにはこの安い木工用のホルソーを使う。ちょうど基板くらいのサイズの刃があるからね。なるほど。というわけで穴を開けたいわけだけど、このキャップにはセンターの目印がないんだよね。それは難儀な話なのだ。まあ目分量でもいいんだけど、今回は紙を使うことにした。紙の上にキャップを置いてペンで輪郭を写し取る。外周をなぞって円を描くのだ。円が写し取れたら4つ折りにしてセンターを出すよ。光に透かすと裏から見やすくてよきかな。それは明暗なのだ。そしたらキャップの方に両面テープを貼り付ける。両面テープがない場合はテープを裏返して丸めてもいい。なかったのだな。テープがついたらさっきの紙を貼り付ける。ここでずれると意味がないからしっかりと位置を合わせる。重要ポイントなのだ。紙を貼ったら折り目に合わせて何かを突き刺す。これでバッチリ中心が出るよ。多分プラグなのだ。目印がついたのでドリルで中心にした穴を開けるよ。先に穴を開けるとホルソーがずれにくいよ。ホルソーのセンタードリルも長持ちするのだ。下穴が開いたのでホルソーで穴を開けるよ。このタイプのホルソーになりがちだけど結構刃がぶれる。しっかり押さえないと危険なのだ。下の台は頑丈な木材なんかの方がいいね。段ボールだと潰れてグラグラするよ。良い子は真似してはいけないのだ。穴が開いたので針を取るよ。穴の周囲をカッターでなぞるときれいになるよ。力を入れすぎると刃が食い込むのだ。表側ができたから裏側も整えるよ。まあ外からは見えないんだけどね。見えないとこほど重要なのだ。穴が開いたので基板が入るかチェックするね。ちゃんと入るみたいだね。それは良かったのだ。続いてエルボとソケットをつなぐパイプを作るよ。まずはキャップをパイプに取り付ける。切らないと長すぎるのだ。というわけで長さを測ってノコギリで切断するよ。切るラインにテープを巻くと分かりやすい。遠いとラインが見えないのだ。先に一周機種を入れてから本格的に切ると楽だよ。斜めに切り込むのを防げるのだ。カットできたら切り口の針を取る。さっきと同じようにカッターで軽くなぞる。これも力を入れすぎると掘り込んでしまうのだ。
両側針を取ったから滑らかになったよ。試しにキャップをはめてみる。当然ながらはまるのだ。続いてキャップをエルボに取り付けてみる。全部刺すと抜くの面倒だから、とりあえずこれくらい。ついでに画面も載せてみるのだ。それで画面をここに固定したいわけだけど、この画面って固定方法がちょっと変わってて、後ろが空洞で固定できないのだ。そこで一回り小さい50のキャップを使うよ。小さいキャップをこんな感じで裏側に取り付けて、これにネジ穴を開ければいいのだな。つまりそういうことだね。隙間もぴったりみたいだよ。ちょうどいい距離感なのだな。というわけで取り付けのためのネジ穴を開けるよ。紙にネジの位置を描いておいたから、これをキャップに移す。位置を決めたら突き刺すのだ。下穴ができのでドリルで穴を開ける。多少位置がずれても貼り合わせるときに調整できるからよし。相変わらず適当なのだ。針を取って出来上がったものがこちら。画面側のネジの位置と合ってるはず。多分大丈夫みたいなのだ。とりあえずネジで仮止めしてみる。 M3 だからパソコン用のミリネジが使えるよ。パソコンのネジセットに入っているのだ。ネジ位置は合ってたので固定してみた。これで画面がつけられるのだ。このままだとコネクタが塞がるんだよね。なのでケーブルなんかが接続できない。配線穴を開けないといけないのだ。というわけでコネクタの位置をマークする。それに合わせて穴を開ければいいはず。それ裏返しなのでは。改めまして紙を使って描き写してみた。我ながら上出来だよね。とても雑なのだ。紙をテープで留めて下穴を開ける。留めておかないとまくれるからね。それは危険なのだ。とりあえず下穴なので適当に穴を開ける。長穴は両端が分かれば OK だよね。すごい雑な穴開けたらしいじゃん。下穴が開いたらこのドリルソーで広げる。横がギザギザなので回しながら引っ張れば削れる。これは便利な棒なのだ。撮影を忘れたけど広げたらこんな感じになった。これでコネクタを使えるし、スイッチも押せるんだよ。それは便利になったのだ。というわけで本体と合体しないといけないよね。まずは大きい方のキャップに画面をはめて、固定用の小さい方のキャップをはめるのだな。はまったら画面をネジ止めする。穴の位置を合わせて3本の M3 ネジで固定する。レッツネジタイムなのだ。ネジ止めが完了したよ。ほとんど手で隠れてたけどね。撮影の修行が必要なのだ。それはともかく固定はまだできてないんだよね。キャップ同士はくっついていないから。接着しないといけないのだ。というわけで塩ビ用の接着剤を用意した。パイプ用じゃなくて溶剤タイプのやつ。パイプの接着はパイプ用ではないのだ。あれはパイプを差し込む前提だからね。接触面積が少ないと強度が出ないんだよ。ふむふむ。後乾燥にも時間がかかるし、固まっても柔らかい。というわけで今回は溶剤型の塩ビ接着剤を使う。なるほど。中身を吸い込んだものがこちら。これ自体はただの溶剤だから溶けないものには効果がないよ。
回すだけなのだ。表面を溶かして混ざり合うからくっつくんだよ。つまり溶けてる間に塩ビ同士密着させないといけない。そんな仕組みなのだな。密着させたら位置を合わせて溶剤を流し込む。多すぎると画面にも流れ込むから注意するんだよ。それはヤバそうなのだ。なので最初は少しだけ液を流して点付けする。画面の穴より下側に向けておけばさらに安全だね。その手があったのだ。点付けしたら画面を引っ張って乾くまでしばらく待つ。溶剤型の接着剤は浮いてるとくっつかないからね。どれくらいで乾くのだ？今の時期なら1分もあれば乾くと思うよ。もう動かないくらいだよ多分。確かめてみるのだ。押し込んでもスイッチの分しかへこまないから固まってるね。点付けが完了したから一度画面を外すよ。ねじ回し。画面を外して本格的に接着するよ。これで心置きなく液を流し込めるね。すでに押しても動かないみたいなのだ。裏側を向けて液をたっぷりと流し込むよ。ケチると表面だけで止まって気泡が残るからね。透明のものだと目立ちそうなのだ。ついでにキャップとパイプの間も接着しておくよ。開け閉めするときに両側が動くとうざいからね。内側からも注入しておくのだ。というわけで接着が完了したよ。多分金槌で叩いても剥がれる前によそが壊れるよ。それは心強いのだ。これで画面のマウント部分が完成したよ。なので再び画面を取り付ける。つまりネジを回すのだ。出来上がったものがこんな感じ。問題なくスムーズに回るね。押し込みも正常みたいなのだ。というわけで組み立ててみたんだけどね。いきなりはしょったのだな。やっぱり背が高すぎるよねこれ。確かにバランスが悪い感じがするのだ。最低限のとこで切り詰めることにしたよ。テープを巻いたところが残す部分だね。これならすっきりしそうなのだ。いらない部分をノコギリで切り飛ばすよ。すごく硬いんだよねこれ。しかもノコギリの刃が滑る。普通は切って使う部分ではないのだ。というわけで全部切ったところ、ちょっとずれたところもあるけどおおむね良好かな。これなら十分使えそうなのだ。一応紙やすりで切り口を整えておくよ。平らなものに乗せてこすると多分まっすぐになると思う。古代の技術っぽいのだ。ついでに色を塗ろうと思うわけよ。そのままだと配管丸出しだからね。それはナイスアイデアなのだ。というわけで塗装の準備中。ツルツルしてると剥がれるからね。足付け処理というらしいのだ。削り終わったのでパーツクリーナーで洗浄するよ。ついでに脱脂もできるはず。そうであればいいと思う。シリコンリムーバーというものがあるらしいのだ。洗浄できたから塗装を始めるよ。ちゃんと塗装ブスも用意した。段ボール箱を立てただけなのだ。ホワイトのスプレーがあったからこれを使う。少しずつ回数を重ねるのが塗装の基本だね。めっちゃしだれてるのだけど。湿度高くてなかなか乾かないからね。いちいち待ってられないんだよ。塗装の基本はどうしたのだ？そ
それはともかく出来上がったものがこちら。見た目は良くなったんだよね。相変わらずトップヘビーだけど形的に仕方ないのだ。後台座が軽すぎて画面を回すと振られる。何か重りを仕込む必要があるみたいだね。そうみたいなのだ。とりあえず蓋を開けてみる。そして中に仕込む重りを考えてみる。この中に何を入れるのだ？とりあえず中をザラザラに削っておくよ。何を入れるにしてもくっつけないといけないからね。行き当たりばったりなのだ。注文しておいた重りが届いたよ。やっぱり重りといえば生タングステンだよね。金属の粒なのだ。鉄や銅よりも不重の重い金属だよ。この封筒の3割くらいで 1kg 入ってる。そいつはヘビーな話なのだ。このつぶつぶを台座に詰めたいわけなんだけどね。そこがないからどう考えても乗れるよね。当たり前なのだ。とりあえず厚紙で蓋をしようと思う。準備がとても楽だからね。そんなものは長持ちしないのだ。とりあえずの仮止めだからいいんだよ。固定にはみんな大好きグルーガンを使う。ボンドの棒を熱で溶かすやつなのだ。漏れるといけないからしっかりと盛るよ。中に 1kg の重りが入るからね。そこが抜けそうなのだ。机の上に置くから多分大丈夫だよ。それに紙のままではないからね。それなら安心なのだ。台座の中に重りを入れたよ。1kg 分全部入ったよ。かなり重量級なのだ。重りが金属のつぶつぶのままでは動くからね。万が一基板に接触するといけないよね。それはかなり危ないのだ。なのでシリコーンゴムで固めようと思う。ゴムで固めたらそこから漏れないし一石二鳥だよね。なるほどなのだ。 A と B の液があるから同じ重さだけ混ぜるよ。ちなみにそこら辺は商品によって違うと思う。説明書をよく読んで使うのだ。今回のサイズだと 50g ずつくらいでいいかな。足りなかったら後で足せるからね。余ったらもったいないし。もったいないお化けが見ておるのだ。測り終わったら棒でしっかりかき混ぜるんだよ。混ぜが足りないと効果不良になるからね。いつまでもベタベタするままになるのだ。あんまり空気を混ぜない方がいいけど、今回の用途なら関係ないよね。どうせ外からは見えないのだ。練り終わったので台座の中につぎ込むよ。溢れそうになったら一旦止める。まだ隙間があるからね。空気が抜けたらもっと入るのだな。かき混ぜて重りの粒にしっかりと絡める。隙間が埋まったら液面が下がるから補充する。全部入ったみたいなのだ。入れ終わったらもう少しかき混ぜるよ。混ぜ終わったものがこちら。空気の泡がいっぱい入っているのだ。固まる前にはほとんど消えてるよ。硬化するのに一晩くらいかかるからね。それなら安心なのだ。硬化したものがこちら。気泡もほとんど消えたみたいだよ。せやろか。ソケット部分に乗り上げたゴムは除去したよ。カッターで切れ込み入れたら簡単に剥がせるよ。そもそも塩ビにくっつく素材でないのだな。底面はこんな感じ。これ自体滑り止めになってるね。見た目がグロいのだ。ゴムでも貼った方が良さそうだね。
表面が薄くて擦り切れる可能性あるし。それがいいのだ。というわけでゴムを貼り付ける。接着にはスーパー X とかいうシリコーン系の接着剤を使う。同じ素材ならよくつきそうなのだ。特にそんなこともないけどね。男性でツルツル面にも強いからこれにした。なるほど。スーパー X をヘラで塗り広げたので5分くらい待つ。いきなり貼るとなかなか中が乾かないんだよね。ゴムを貼る場合はヤスリをかけろと書いてあったのだ。接着する側はちゃんと削ってあるから問題ないはず。貼ったら重しを乗せて乾くまで放置するよ。これ自体が重りそのものなのだ。一応すり合わせて空気を抜いてみる。出来上がったものがこちらだよ。底のゴムを貼り付けてついでに色も変えてみた。真っ白よりは良くなった気がするのだ。塗っただけだからまだまだ粗いけどね。研ぐの面倒だし、とりあえずこれでいいかと。クソ適当ウプ主定期なのだ。それはともかく画面を押しても倒れなくなった。重りは1キロで十分だったらしい。適当に買った割にはちょうどよかったのだな。続いては回転のテストだよ。ロータリーエンコーダーを回しても振られなくなったね。重りは足りているみたいなのだ。もう一度画面を押し込んでみるよ。押す体勢を変えても大丈夫みたいだね。重りとゴムの効果でびくともしないのだ。当然ながらタッチパネルをつついても大丈夫みたい。そもそも動くような力でつついたらやばいよね。画面の押し込み扱いになってしまうのだ。というわけでハード面はこれで完成とするよ。改良したい点もあるけどキリがないからね。いつまでも動画が出来上がらないのだ。最後に使用例を見せてみようと思う。パソコンにつないでソフトを起動したよ。パソコン側のソフトも作ったのだ。画面を押し込むと選んだソフトが起動するよ。開いたものはとりあえず閉じる。タッチパネルにも対応しているのだ。画面の両端をタップすると進んだり戻ったりできる。そのまま長押しすると加速する、そんな感じにしてみた。真ん中を押し続けると起動するのだ。誤操作防止に配慮して長めに設定したよ。即起動にすると指触れただけで開きまくるからね。それでは使い物にならないのだ。というわけでソフトの紹介はだいたいこんな感じ。まだまだ改良したり機能追加の余地はあると思う。仕組みを教えろという声が聞こえる気がするのだ。そこら辺の話は次回にしようと思うんだよね。ソフト面の話をまとめてやると長くなるからね。確かにそろそろ30分になるのだ。というわけで次回のソフトウェア編に続くよ。いつになるかわからないけどそのうち投稿されると思う。通常通り予定は未定なのだ。一応マイコン側の使い方をメインでやる予定。Arduino IDE でライブラリ使い方とかそのあたりの話ね。それは興味深いのだ。あとは通信を受け取ってパソコン側で起動するまでね。こっちは C# で作るのが楽だと思う。 Python なんかが手軽ではないのだ。結局 GUI ライブラリが必要だからね。まだスクラッチあたりがマシだよね。その手があったのだ。まあやろうと思えば何でもできるけど難しすぎるのは需要がないと思うんだよね。これはやりすぎの例なのだ。ちなみに下の説明欄に商品リンクがあるから興味が湧いたなら買ってあげてね。売れるとウハウハなのだ。アカウントの登録してないから無理だよ。ぶっちゃけ面倒だからね。それは惜しいのだ。他にも案件のメールとか来るけどスルーしてる。
興味ないもの紹介したくないし、契約とか必要なのもお断り。確かに面倒なのだ。とまあ脱線したけど、ハードウェア編はこれくらいにしようと思う。チャンネル登録すると投稿時に表示されるらしいのだ。というわけでまた次回お会いしましょう。ちなみに他の動画が挟まると思うけど、よかったら見てね。また見るのだ。